王が消え、別の王が後見人として現れる。今日はスコットランド王国の成立にとって重要な時期と考えられながらも、謎に満ちた10年間についてお話をします。こんにちは。ヒストソフィアへようこそ。中世スコットランドの歴史を研究している中川祐希です。このエピソードでは、スコットランド王国が誕生する直前の非常に不可解な時代を解き明かしていきます。具体的には、878年に起きた大殺し、突如現れた2人の支配者、エオハズとギリックの関係、そしてピクト人の王がなぜアルバの王へと呼び名が変わったのか、この3つの謎がテーマです。まず、大殺しの現場から始まり、次に2人の奇妙な権力構造、その背景にある政治情勢、そして王国の名前が変わる歴史的な転換点へと話を進めます。最後に、このミステリーを説明する3つの有力な説を整理しますね。では、早速本題に入りましょう。物語は878年の大殺しから始まります。876年にピクト人の王キネーズの子コンスタンティン一世が没すると、彼の弟であったエーズが王位を継ぎます。しかし、そのエーズは在位わずか1年で殺されてしまいます。信頼性の高い同時代の記録、アルスター年代記は、彼自身の仲間に殺されたとごく短く伝えています。つまり、エーズの死は外敵の仕業ではなかったということです。後の時代の王名表では、実行犯はギリックだったという伝承も出てきます。いずれにせよ、王の突然の死は王国の正当性を大きく揺るがす大事件でした。そして、この混乱の中から奇妙な二重権力が生まれます。アルバ王の年代記という、これも重要な資料にはこうあります。エオハズが11年間統治した。彼はブリトン人の王ルンの子で、娘を通じてキネースの孫にあたる。しかし別の伝えによれば、その時ギリックが統治した。彼はエオハズのアルムヌスであり、オルディナトールであったからだと。聞き慣れない単語が2つ出てきましたね。アルムヌスというのは、当時のアイルランドで見られたような里子、里親の関係を指す言葉です。これは血縁に匹敵するほどの強い政治的な結びつきを生みました。もう一つのオルディナトールとは、任命者という意味で、大きな力を持った王が自分の影響下にある別の王を立てるような関係を表す言葉です。つまり、この記述はですね、ギリックが単なる保護者ではなくてですね、王権を実際に動かしていた実力者だったということを物語っています。ただし、詳しいことは闇に包まれています。両者が共同統治者だったとする説もあれば、ライバル関係にあったという説もあり、研究者の間でも意見が分かれているのです。ちなみに、写本が書き写される過程で間違いが起きて、アルムヌスというのは本当はアブンクルス、つまりおじと意味するラテン語だったんじゃないかという説もあります。どの解釈を取るにせよ、両者の関係は単なる名目上の王と裏で糸を引く黒幕という単純な構図ではなかったようです。では、なぜこのような2人の権力者が同時に立つことができたのか。その背景には、当時の王国間の情勢が大きく関わっていました。話は少し遡って870年、北のブリトン人の本拠地だったアルクルート、現在のダンバートンロックがバイキングに4ヶ月も包囲され、ついに陥落します。翌年にはアングル人、ブリトン人、ピクト人といった大勢の捕虜がアイルランドのダブリンへ連れ去られました。これにより、ブリトン人の王国は中心地を失い、川の上流にあるゴバン
という場所へ拠点を移し、名前もストラスクライド王国と呼ばれるようになります。この混乱の最中、872年にブリトン人の王アートガルが隣国ピクト人の王のコンスタンティンの計略で殺害されます。そしてその後を継いだ息子のルーンはこのコンスタンティンの姉妹を妻としていました。この婚姻関係の先に生まれたのが何を隠そうエオハズだったのです。こうした経緯があって878年の大殺しの後、エオハズとギリックが歴史の表舞台に登場するわけです。彼らの時代には日食が観測されたという記録もありまして、天文学からもある程度その在位期間が特定できます。そして資料は最後に2人は王国から追放されたとだけ記しています。ちなみに後の時代の伝承ではこのギリックはアイルランドとイングランドの大部分を征服し、教会をピクト人の慣習と流儀からそれによる束縛から解放した偉大な王として描かれています。これがどこまで本当かは研究者の間でも議論がされていますが、後者の教会改革については当時アイルランドで起こっていた教会の改革運動に沿ったものではないかという説もあったりします。また後に作られたある典礼文にはですね、現存する王であるかのように我らが王ギリックとその軍勢を守護するよう祈る一節が出てきます。もしこれが同時代の言葉を記録に留めたものであるならば、彼が正当な王として認識されていた可能性を浮上します。これらの後世の資料の解釈というのは現在でも議論が続いていまして決着はついていません。しかしもしこれらがある程度事実を踏まえて記録されたものだとすれば、ギリックもまた王として王国の支配や教会制度の改革を進めるほどの権力を握っていたという可能性も出てきます。さて、ここでもう一つ大きな変化に注目したいと思います。それは王の呼び名が変わったということです。この時代まで王は一貫してピクト人の王と呼ばれていました。アルスター年代記といったアイルランドの資料において、彼らはラテン語でレックス・ピクトアルム、つまりピクト人の王と記されています。ところが900年以降、このアルスター年代記はゲール語のアルバ王、リー・アルバンという新しい言葉を使い始めます。このアルバというのはですね、ゲール語でブリテン島をもともとは指す言葉でしたが、これ以降はスコットランドにおけるこの王朝が支配する王国のことを指すようになっていきます。そしてゲール語ではですね、今でもスコットランドのことをアルバと言いまして、これが後のスコットランド王国へとつながっていくわけです。さて、889年に王位を継いだコンスタンティン1世の息子ドブナール2世、彼の死亡記事においてこのリー・アルバン、アルバオという称号が初めて登場することになります。アルスター年代記というのはアイルランドの資料なので外からの証言になるという点は注意が必要ではありますが、呼び名が変わるというのは王国の在り方や人々の自己意識が変わったことを示唆します。ただ非常に悩ましいのが、このエオハズとギリックについてはアルスター年代記は死亡記事を残しておらず、同時代において彼らが何と呼ばれていたのかっていうのがはっきりしない点です。ドブナール2世になってこのピクト人の王からアルバ王への称号の変化が起きたのか、それともその前のエオハズとギリックの時代に何かしらの変化があったのか、後のスコットランド王国の誕生に関わる重要な歴史の転換点でありますが、その真相は闇に包まれています。それでは最後にですね、このミステリーに関して研究者の間でも議論されている3つのシナリオを整理してみましょう。1つ目は
エオハズとギリックの共同統治説です。エオハズが先の王エーズの後を継いでピクト人の王となり、ギリックが実権を握るという二党体制だったという見方ですね。アルバ王年代記の記述を比較的素直に解釈した説です。2つ目はギリックイコール叔父説。先ほど触れたように写本の誤りを訂正し、2人は親戚として協力して統治したと見る説です。この見方に立てば、両者の共同統治は王家内部の権力調査だったと理解できます。そして3つ目がギリックの王位簒奪説です。後世の資料に見られるギリック像を踏まえまして提案された説です。ギリックが先の王エーズを殺害してクーデターのようにして実権を奪い、彼が教会の改革といった王国内の改革を進めたものの、その後アルピン王家の本流がですね権力を取り戻し、ギリックはエオハズと共に追放されたという見方です。ただどの説にもまだ決定的な証拠はありません。ただ重要なのは、どの説をとってもこの時代が二重の正当性をはらんでいたこと、そして王の呼び名が変わるほどの大きな転換点にあったということです。それでは本日のまとめです。878年、ピクト人の王エーズが殺害され、王国の正当性が揺らぎました。その混乱の中からエオハズとギリックという2人の支配者が登場し、権力を重ね合わせて統治をしました。その背景にはバイキングの襲来によるブリトン人の王国の再編や王家同士の婚姻関係といった複雑な政治情勢がありました。そしてこの時代はピクト人の王からアルバ王へと王国のアイデンティティが大きく変わる、まさにその転換点ないしはその直前にあったというわけです。もちろん未解決の謎は残ります。ギリックの教会政策はどこまで真実だったのか、そして2人はなぜどのようにして追放されたのか、今後の考古学的な発見や資料に対する研究の進化がいつか答えを出してくれるかもしれません。本日のヒストソフィアはここまでとさせていただきます。また次回歴史の探求でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。